もうここ数年、30キロから5、60キロ、あるいはもっとそれ以上のキハダが毎年来るようになったから、水柱上げたらそこに向かって一気に走っていくんだけど、もう今から攻撃に行くっていう感覚だよね。とりあえず休憩しましょう。ああ涼しい。どうぞどうぞどうぞ。とりあえず嫁さんがすげえ。だって嫁さんクロマグロもほら坊主と一緒に実際にここに来て膝に乗っける気分になってごらん。このしかも太さあって、そう、これがまん丸なんだよまだ1週間も経ってないうちに80キロぐらいのやつが確か上がってたような気がする。だから全然これがまだレコードサイズとかそういうサイズではないよね。まあ夢の3桁があるんじゃねえかな。それぐらいのやつ見えるけどね、たまに。モンスターなんか俺海外の記事で300キロぐらいあるやつも見たことあるかな、キハダで。だからよく聞かれるけど、例えば30キロのキハダマグロと30キロのクロマグロとどっちが強いですかってよく聞かれるんだけど、体感的にはキハダ、特に夏のキハダが一番きつく感じる。同じサイズだったらね。夏のキハダって本当に脂がない、全身赤身だから、だから強いんだろうな。やっぱりアスリートだね、もうねしびれるね、水面に自分のルアーが見えてるわけだよね。それをこうマグロがこう騙されるだろうっていう動きを演出してじーっと見てる時に、いきなりバカでかい水柱がドカーンと上がるんだよね。もうそれ見るだけでももう結構満足する、これは去年かな。実際戦い方なんだよね。怪獣じゃないのでマグロも疲れるわけだよね。で最初のファーストラン激しいでしょ。この時に僕が疲れないようにしてるわけで、下に根があるわけでもないから、とにかく走ってくれって思ってる。魚が頑張ってる時は俺は頑張らない。もう僕は力勝負したら僕が負けちゃうから、わざとこうやってもう竿の角度を緩めて乳酸をためすぎないように、休憩ですよ。そうですそうです。昔ね、大学時代が体育大学の時代から32までか、逃げ足が速かったから走っててボールを取るポジションやってたんだけどね。いやもう学生時代は朝一はもう海行って波乗りしに行って、全く波がなかったら魚釣りして、で夕方からアメフトやるっていう毎日。この部屋が釣り部屋です。これだけ使ってきたんだっていうのを思うよね。やっぱりその体育系な気質が求めているものって勝負なんですよね。だからたった1回しかないチャンスの時に1投で決める、そういうところにすごい自分の満足があるんだなってことは分かってるので、自分としてミスがないことをやっぱりやりたい。でも明らかに昔よりは今は釣りやすくはなってきたかな、道具の進化はすごいしね。この数日はもうずっと4人で行って4人全員キャッチとかね、もう夢のような超過がここのところは続いてるから、明日もそんな状況が目の前にあればいいんだけどね。
夏の釣りっていう感じがするよね。この日差しと青い空といい木肌日和です。彼は今出君、インドのアンダマン諸島っていう秘境の地で知り合った日本人っていう、はい、はい、まあ若くても経験は豊富なので。いや、そんなことない、そんなことない。僕がツアーに無理やり入れていただいたんですよね。そうそう、誰が乗船するのかも分かんない状態で。部屋も一緒だったよね。部屋も一緒でした。なんか毎晩怪獣がいましたって俺言われた。すごいいびきが。まあ以来ね、海外また一緒、今度はモルジブとかもそうですね、一緒に行って、はい、いい経験をね、そうですね。まあそもそもこのオフショアっていう釣りをスタートしたのがこの遠州灘。まあ当時はまずメインターゲットはカツオとシイラ。もう本当に何も分かってない中でのスタートがこの浜名湖沖。もうここがホーム、原点だよね。すげえ鳥だね、今朝は。鳥がすごい。あれいるよね。いや、鳥が広すぎて探しにくいわ。木肌もいっぱい見えるけど全部ばらけてる。ほんとパランパランに出てるよね今。しかも数がおお、でっかいけど一発二発だもんな。今あそこにいるけどねえ、撃てるとこじゃないけどな。最近他に小ナブラがあって大きい大ナブラがあるのでちょっとずつ沖へ見ていきましょう。あれどうだ。おお、どうだ。ちょっと固まってきたかな。ベイトボールにはね魚ついてるんですけど、どこに打とうかを。難しいやつだね。たった3羽の鳥なんですけど、鳥が下を意識して頭いっぱい突っ込んでたんで、多分下にベイトがあると思うんですよね。でそこにたまにルアーをこう打ち込んでやると木肌がドーンと出ることもあるんで、今投げようかなと思ったら離れちゃったんでやめました。投げるべきところに一撃で一投で投げて食わせるっていうのが、まあそんなねなかなかうまくいかないけど、一発でこの一投で決めるんだっていうつもりで投げてるんですけどね。難しいやつらだな。こっちじゃないかな。あれ出るね。あれだな。出た出た。よいしょ。いやー、木肌もそこにも見える。うわー、見切ってる見切ってる。見とるけどね。ルアーを見てるね。見とるけど。もう一丁前行くよ。いやー、見切るなこれも。ルアー見に来ても食わないよ。今も見に来て帰ってくわ。ここに2つもベイトボールがある。あ、後ろがすげえ。うわ、短えな。向こうか。広いやつだ。いやー、これ早いな。短いやつだね。ここでお祭りがあった後なんですよ。これは
下からキハダが突き上げて狩りをやった後にこうやって座ってます。祭りの後ですね。今日すごい周りでマグロがこうボイルをするんですけど、こう夏の香料度を変更してると自分の投げたルアーがこうドーンと入って浮いた瞬間に下からマグロがヒューッともうギリギリまで見に来て、そこからまたこれは嫌だって言っても潜って深く行っちゃうっていうのがね、もう今日そういうのを見せつけられましたよ。難しいです。ちょっと誘い出し入れてみてください。ちょっと数が少ない。でも3、40メートルにキハダ。頭が上がってなんだけですね。これで出たらめっちゃ気持ちいいけどな。ナブラが沈んだ後の誘い出し。こう昔はね、ナブラがないと釣れないって言われてたマグロ。でも今はナブラがなくてもそこに魚がいれば口を使わせられることがもうどんどん分かってきて、じゃあ今まで考えつかなかったような方法でキハダを出せないかってことはいつも考えてます。マグロはまあ着水のドボンっていうそのルアーをちゃんと見てて、弱ってる演出ができればすぐに飛びつくので、案外ルアーをこう動かすよりもこうゆらゆらと放置してるやつが一気にドーンと食われることが多いので、慌てて引くのが一番食われないと思います。意外とマグロはちゃんとルアーを見てるのでね。でしかも楽して食いたいから、こう弱った餌が演出できるとたまらず飛びつきます。どこ行った？なんか狙いどころがないね。下に反応は残っとるんですけどね、ベイトボールと周りにキハダがちょろっとちょっとだけ寄ってみます。見えない、全然見えない。見えないけどどこだ。出たか。よし食った。よっしゃ、ロングステイ一発だ。あ、やばいな。ちょっと待てよ。オッケー。よっしゃ、よいしょ。よっしゃ。いけ。こっち来た。あ、もう大丈夫。よいしょ。ゆっくり前回して。あ、見えた。めっちゃ綺麗だキハダ。よし。めっちゃ綺麗だ。夏のキハダだ。ありがとうございます船長。さすが。よいしょ。綺麗なキハダ。船長ありがとう。ありがとうございます。いい魚。先読みでしたね。もう逆光で僕も鳥しか見えてないんですよ。次行こう。さあサイズアップ。50キロ60キロオーバー。まあでもね、ああいうのは船長のナイスアシストだよね。でさっきのはこう船長が様子を見て船を止めてるタイミングで
たまたまこう魚が上がってきたんでしょうね。鳥が急にキューッと降りてきたんで、そこにちょうど風上だったんで780だったら届くっていうのがあったので、それで打ち込んで、だからそういう一瞬のねこう巡り合わせがやっぱりを逃さないっていうのがこちらとしては楽しいです。ワンチャンスですけど、いい船長がいていい仲間がいて、それでこのゲームはこうやって楽しめるから、やっぱり本当のチームプレーの釣りかなと思います。お、出た出た出た、投げて投げて、でっかいの見えるよ、でっかいのがあそこだ。僕木下さんとはもう10年超えてると思うんですけど、ジギンゴ近海でやってた時にマグロがたくさん跳ねて、で次の日マグロ道具持って行ったんですけど食わせられなくて、木下さんどうやって釣ったらマグロは釣れますかって言ってからは濃いつながりかなとは思いますけど、でも本当いろんな釣りに精通してますよね。だからこうご教授こうことも多いですね。ちょっと待った方がいい感じだねこれ、うん、そうちょこっと顔出す、いるのにって感じだよな。それから距離取って待ちます。いいねこの休憩時間が。そうですね。見つからない時は一日中走りますね。まあ結局は魚が通るルートをみんなで探していくんですけど、浮かないだけの日もありますし、魚が入ってない時もありますし、結局は上こう湧いてるキハダのキャストなんかだと一日の中で餌を食べながら水面に湧くなんて、こう時間としてはねごくわずかだと思うんですけど、みんな夢を見てクルージング覚悟で行っちゃいますね。何にもないところにそのナブラだったり、あるいは鳥山だったり、そこになんか回遊魚がいるっていう、餌を食ってる大きな魚がいるっていうところを探すのも楽しい。何にもないから何かをこう見つけるっていう、もう仕事のことも家族のことも何も考えずにそこだけに集中する時間がその時間かな。獲物を見つけてそこに突っ走っていってで食わせる、本当に狩りをしているような感じじゃないですか、ハンティングっていう、そこがたまらないんだけどね。あ、出た出た。右の群れ見とってください。結構頭上がってくる。さあ顔出せ。おお出た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 、おい出た出た、スーパーだ。うわあよう出たのでよ、一発で決めてってください。うわでっかいのがいる。どうよ、配れねえや、入ってるけど。これ今右でも痛いのがいいと思います。真ん中に下に入ってきた。うわいいサイズだな。映り方もくっきりで。前で取る前で取る。今度は向こうか。いいな、ほら。よいしょ。どうだ。わ、クジラ好きだ、クジラ好き。前かよ。うまい。出るぞ。食ってちょうだい。クジラがボンボンとした後はめちゃくちゃ出てくるので、あそこちょっと狙いに行きましょう。これちょろっと出しますよ。スーパーになった。
チャンスチャンス。うわどうだ。ほらいった。あ食った。よっしゃ乗った。うわよっしゃ。いったいった。最高これ。どうしてもマグロは最後まで泳ぐのをやめない魚なので、最初のファーストランはものすごい勢いで何十メートルも糸を出していくんですけども、でも必ずバテて一旦止まります。止まった後に必ずアングラーがずっと糸を巻ける時間帯が来るんですよ。よいしょ。飛びぞ頑張れ。よいしょ。どんどん上げてくる。やがて船の下に来てからいよいよ上に上げる時、むしろうっすらとマグロが見えてから、ここが一番釣り人が辛い時間帯が来るんですよ。うわちょっと休憩します。すげえ怒ってるじゃんこれ。ヒットした時よりも出たんじゃない。ずーっと全力でファイトなんて絶対どんな力持ちでもできないんですよね。いかに自分が疲れないようにするか、最後に一生懸命持ち上げなきゃいけない力をどれだけ残していたかが、多分マグロが一番キャッチできるかの分かれ道になるんですよ。でかいよこれ。ああいいサイズ。おかえり。行くよ。いつでも。はい。ナイスサイズ。来た来た。50オーバー。いいサイズ。ありがとうございます。ありがとうございます。さすが。ありがとう。いえいえ。いやーこっちの方が綺麗だな。両方もらう。こっちでもいい。そっちの面でいこうか。ね綺麗ですもん。色が綺麗だよね。せーの。青い。こいつ重たいな。よっしゃい。重よいしょたい。い。重たいわこれは。えい。こいつ綺麗。綺麗だね。はい。いやいい魚だったな。強かった。皆さんのおかげでいい魚が釣れてます。いや最高です。最高です。今のいいサイズの群れだったね。いやいいサイズがいっぱい見えましたわ。ねえはいやうわ後ろがすごいことになってる。すごい。出た。後ろスーパーだ。すごい。投げて投げて投げて。僕がうまく投げらんない後に投げて、できっちり一発で仕留めるので、やっぱりすごいなと思いますし、自分が持ってる知識と技術も教えてくれて、おー綺麗だ。すごいナイスサイズ。感謝してます。ありがとうございます。さすが呼んだ時はね必ず釣ってるよね。出たー。下通る下通る。絶対寄ってくる。頭こっち向いてる。前々届くぞそこ。いやーこの至近距離のスーパーボイルすごい光景だ。沈まないよこれ。沈まないね。投げろ投げろ投げろ。左投げろ左。もう一回投げろ左投げろ。よっしゃドンピシャだ。いいぞ。止めろほっとけ。入ってる入ってる。オッケーいいぞいいぞ。おいしくなった。来た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 。今食った。負けよ負け負け負け。青よりも負け。
緩めんな。走るまで待て。よっしゃーいけいけ。負け負け負け。魚釣りって最終的にこう人間って一人じゃ生きられないので、自分がその、魚釣りを通じて知り合った人たちとこう人生というねものを楽しむための一つのツールでしかないって僕は思うんですよ。もちろん80キロ90キロあるいは3桁っていうキハダマグロを求めてはいます。でも多分そういった大きな魚だったりたくさん釣ったことを誰にも知られることがなくて満足する人って実はいない。だからいろんな人と関わり合って楽しい時間とか苦しい時間とか失敗したこととかそういったことを共有する人たちと共に生きていくっていう。ちょっとこれは、あ、いた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 、見えた。よっしゃー。すごい。船動いてる中であんなぐらいです。今で掴んだらしっかり持ってて。で船長スローで船前出して。まだまだ。離すよ離すよ。よっしゃバイバイ。やったーリリース成功成功やったーはあよかった完全元気な状態で帰れたわ。ねえお疲れ様でした。いい地元の海でした。朝も釣れてこの終わり間際も釣れて本当に船長とか一緒に来てる人たちとかあと魚にももうみんなに感謝だね。